モンスターですね。はい。これ今日も大クワガタの新規開拓に来てます。ここの市町村に大クワガタがいるかどうかは全くわからないんですけど、なんか地図を見てるとなんとなくいい雰囲気な気がしたので来てみました。よし、では頑張っていきたいと思います。ズドーンと高い小奈良の立ち枯れですね。今ちょっとめくってみたらこれねはい、これ皆さんわかりますでっかいうんち、これはやつですね。僕は昔土の中にしかいないと思ってたんですけど、木の中にもいるやつがいたんですよね。普段はもう触りもしないんだけど、まあせっかく YouTube なんで、はい、木の中にいたのはこれですね。モンスターですね。はい、これカブトムシの幼虫ですね。カブトムシってね、土の中というか堆肥とか腐葉土というか椎茸栽培のホダギの下とか、ね、落ちてる倒木の下とかひっくり返すと子供の頃はよく見つけてキャ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 喜んでたんですけど、大人になって材割りを始めて木の中におるやんっていうね。しかも結構硬いとことかにもいたりして、これはもう結構ボロボロやけど、でも株とか進んだからもしかしたらこんなにドロドロになったのかもしれないですね。ね、1メートル以上の高さやし。ね、おもろいっすよね。カブトムシ。結構硬い中にいましたね。ここはやんな。すごいな。こんな硬いとこ入れるんや。優秀ですね。ね。硬かったけどね。まあでもこれはコクワでしょう。うん。コクワっぽくないよね。顔がね、そんなかっこよくないもんね。やっぱ柔らかいとこにはモンスターがいますね。モンスターっつって。ね。はい。今ね、モンスターを出したすぐ下。これはクワガタ。すごいね、高温性してる。結構大きい。結構大きいんだよね。でもここは柔らかいから、まあ大クワではないだろう。まあ、このケツはコクワかな。うん。コクワですね。大きいね。これは茶釣りやけど、上の方を見てみたら、これナラ枯れっすね。あ、なるほどね。だから、なんかちょっとあれか。ちょっと茶釣りやけど、ちょっとシャバシャバしてるのはそういうことやったんや。なるほど、なるほど。皆さん、ナラ枯れってわかります？ナラ枯れは、まあ、ダメ剤の代表なんだけど、これちょっとわかりづらいですね。後でもしナラ枯れがわかりやすいやつがあったら、もう一回ちょっと動画回します。で、茶釣りやと、なんかね、僕の感覚としてはね、こういうちょっと黄色っぽくて、まあ、良材になるんだけど、ナラ枯れは、この辺とかかな。この縦線が入った、ちょっとスカスカというか、シャバシャバな感じになって、まあ、最初良材やと思ったんですけど、コクワとカブトムシしか入らないんですよね。まあ、たまにね、樹液僕近かったら、わかんない。これどっちやろうな。これどっちかわからんけど、これは、こっちのキノコはあれですね。ナラ枯れですね。ということで、切り上げて次に行きたいと思います。もう飛びそうですね。スズメバチ。まあ、この時期なら怖くないですね。うん。これははい、コクワだよね。コクワだね。多分ね、この木は、立ってた時はいい感じに抜けてたはず。で、しかも、材はいい感じ。材質は悪くないですね。他に追加があれば、でかいのがいればいいですけどね。これもですね、
茶釣り剤で生えてた時は抜けてたかな、どうかなっていう感じ。いい感じにね朽ちてくれたらいいんだけどね。終わってる感じか。うわ、シロアリ。なんかシロアリがいっぱいやな。全部シロアリいんのかな。ここはですね、材は多い。これも茶釣り材やし、材は多いけどクヌギがないので樹液木はちょっと分かんないですね。ちょっと待ってや。なんかでかいの出たぞ。でかいの出たぞ。ちょっと待って。まさかね。噛んでくれるかな。ねえ。これコクワじゃないやろ。はい、どうぞ。よっ。抜けない？顔はちっちゃそうだな。ダメか。はい。はい。はい。でも栗っぽく見えますよね。なんか顔がコクワに見えてきた。どう思います皆さん。なんか顔がコクワっぽいけど、だとしたら結構大きいよね。よし、じゃあこれは持って帰って育ててみます。ちょっと日当たりは微妙な材やったんですけど、なんかいっぱい入ってますね。かわいいお尻や。ねえ、ココアやんな。ココアやと思うねんけどな。まあ全部一緒やんな。多分さっきの大きいやつともう同じ材なんで、まあ育ててのお楽しみですね。なんか引き続きちょっと育てて勉強してみようかなと思います。ちょっと微妙なところに来たな。引き返そうか。地図を見てる限りだと針葉樹ばっかりな感じやったんだけど、入ってみるとちょこちょこ広葉樹もあって、クヌギはないけどコナラは結構太いんで、割と昔からほったらかしにされてきたような場所なのかなっていう感じですね。これは C の木かな。これ成長が遅い木らしいんで C だったらね、原生林というか天然林の指標にはなるかもしれないですね。果たしてオオクワガタはこの山にいるのかどうかっていうところなんですけど、まあでも初めて来る山はやっぱ楽しいですね。いつ来ても。で今日はほら別にオオクワガタで有名な地域ではないので材割り込むが一切ないっていうのもいいですね。やっぱり大阪行った時は結構ねあれでしたからね、いい場所に出ると人が入った後が分かりやすかったですからね。これはもう終わってますね。茶釣りと腰掛け材ですね。まあ乾燥してるんでもうあかんかなと思ったんですけど、これ多分クワガタ生きてんのかな。これで筋があればなテンション上がるんですけどね。はい、ここはですね、今日気温25度ぐらいまで上がるんで、もう出しても普通に動きますね。すごいな。竹やぶって分かってたけど入ってたら意外と広葉樹もあるんじゃないかなという淡い期待を抱いていましたが、ないっすね。間違えちゃった。でもここを抜けたら
もう一回広葉樹になるはずなんで。あ、なんか寝てたんかなここ。もうちょっと頑張っていきます。よいしょ。はい。はい、一旦降りてきました。そして恒例のダニチェック。これはダニかな？おりゃ。オッケー。1個だけ。2ポイント目です。ちょっとさっきのところで遊びすぎたんで時間がなくなってきたんですけど、あと1時間ですね。1時間でできる限りのことをやっていきたいと思います。見える？ほら、リスリス。かわいい。ほら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 。あ、かわいい。あ、映った映った。あ、おー、もう見えなくなったね。さすがさすが。早いっすね。僕が関東に住んでた頃は結構ね、どこにでもでっかいリスがいたんですけど、それはあれですね、台湾リスってやつなんだけど、ここは関西なんで多分日本リスですよね。いいですね、ちっちゃくて可愛い。さっき言ってたナラ枯れがこれですね。この白いビラビラのキノコ、これがナラ枯れのキノコですね。で、こういうキノコが生えてる材はダメなんだけど、基本的にコクワとカブトムシはめっちゃいる。ちょっと剥がしたらいっぱい出てきますね。こんな感じ。すごいね。うわ、太ってますね。ということで、今日も撃沈でした。撃沈やったんですけど、割と僕としては今日の山は良かったかな。特に1ポイント目ですね。2ポイント目の山はすごいいい感じに感じたんで、機会があればまた探索に来てもいい